Apple が自前主義を捨てた Siri AI の中核は Google ジェミニベースのカスタムモデルなんだよ。アップルが Google にお金払って Siri を任せたん？あの自前主義のアップルが？そう、WWDC2026 で発表された Siri AI。複数報道では Google ジェミニベースの 1.2 超パラメータ年間10億ドル契約とされてる。でもね、ここが大事。Apple ニュースルームの公式リリースにはジェミニって単語が一切出てこないの。本当に？じゃあアップルは公式には何て言ってるの？今日はその公式と報道のギャップを含めて全部一緒に解きほぐすね。歴史的なのはこれがティム・クック最後の WWDC キーノートだったこと。アップルは AI 戦略を根本から転換したんだよ。この動画では3層アーキテクチャ、マルチ AI エクステンションズ、 EU 中国の不在まで全部わかるようにするから最後まで見てね。僕も知りたい。アップルがなんで方針変えたのかめっちゃ気になるよ。まずは WWDC2026 で何が発表されたかざっと見てから確信に入っていこう。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。じゃあまず WWDC2026 で何が発表されたか整理するね。今回の WWDC は規模がすごくて iOS27、iPadOS27、Mac OS27、tvOS27、VisionOS27、6つの OS を一気に発表したんだよ。6つ？全部同時ってすごない？めっちゃ創立戦やん。そうなの。これが Apple の本気のところで全プラットフォームに一斉展開するのは珍しい動き方なんだよ。で、その中核にあるのが次世代 Siri AI の発表なんだ。今回の Siri は大きく変わって専用の独立したアプリとして生まれ変わるの。独立アプリ？ Siri ってずっとホームボタン調子で出てくるやつじゃなかったって？そのイメージで合ってるよ。今までは OS に組み込まれた機能だったけど今回から Siri は専用アプリとして独立するんだ。ホーム画面に並ぶアプリとして起動できるようになるの。それだけじゃなくて会話の履歴を iCloud で同期できるようになるんだよ。 iPhone で途中まで話した内容を Mac で引き継いで続けられる。それチャット AI みたいだよね。チャット GPT の会話履歴と同じ感じじゃない？まさにその方向なの。 UX 自体が対話形式、つまりコンバーセーショナルに変わるんだよ。聞いたら終わりじゃなくて会話を重ねて深掘りできるSiriになるってこと。でもそれってアップルが自分で全部作ったの？さっきジェミニって言ってたけどそのあたりがよく分かってないんだよね。そこが今日のポイントの核心なんだけどその話は次のパートで詳しく掘るね。まずリリーススケジュールを押さえておこう。開発者ベータは6月8日の発表と同日に提供開始。パブリックベータが7月、一般公開が2026年秋の予定なんだ。秋か。 iPhone の新モデルと一緒に来る感じかな。タイミング的にはそうなりそうだね。で、この発表に際してクレイグ・フェデリギが言った言葉がすごく印象的で、プロファウンドリーモアインテリジェント、格段に賢く知識豊富でできることが増えたSiriって言い切ったんだよ。フェデリギがそこまで言うならほんまに別物になったんやろな。Y でも使いこなせるやつでできてほしいわ。そのためにも中身を知っておく必要があるんだよ。じゃあ次はこの新しいSiriの中身、ジェミニ 1.2T 3層ルーティングっていう本当の中核を見ていこう。ちょっと待って、3層ルーティングって何なの？なんか難しそうだけど。簡単に言うとSiriへのリクエストを3段階で振り分ける仕組みなの。一番軽いティア1はタイマー設定とか音楽再生みたいなシンプルな処理。これは完全にデバイス内で完結するよ。ティア2は中程度の複雑さ。ここは Apple シリコンを積んだ専用サーバー、プライベートクラウドコンピュートが処理するの。そして本当に重い推論が必要な時だけティア3、Google クラウドに行く構造なんだよ。プライバシーって言うけど結局 Google クラウドにデータ送るんやろ？大丈夫なん？そこが肝心なとこなの。Apple は公式にボールドニューアーキテクチャーユニケリーデザインド2プロテクトユーザーズプライバシーって言ってる。 Google クラウドに飛ぶのはごく一部の重い処理だけでデータはリクエスト実行にしか使われない。
って設計なんだよね。なるほど。じゃあ Google クラウドで動かすモデルって具体的に何なの？ここ重要なんだけど、Apple の公式リリースにはジェミニって名前もパラメータ数も一切書かれてないの。複数の報道ではジェミニベースで約 1.2 超パラメータ MOE アーキテクチャのカスタムモデルとされてる。1.2 超従来の8大案デモプレス報道で8ってことは確定じゃないんやな。そう、数字を見るときは必ず出典を確認してね。報道と公式はきっちり分けて話す必要があるの。ティア3で動かす GPU についても複数の報道では NVIDIA のブラックウェル B200 とされてる。これも Apple 公式は未公表だよ。募金的にはどれくらいかかってるの？ Google に払う金額とか。ブルームバーグのマーク・ガーマンは Apple が Google に年間10億ドル規模を支払う複数年契約と報じてる。これも公式発表に金額の記載はないからブルームバーグ報道として受け取ってほしいの。アップルが公式で言ってないことと報道ベースのことが混ざってたんだね。ちゃんと分けてみないとだ。そこが今回のポイント。公式はプライバシーを守る新設計といって数字の詳細は出さないスマートな戦略だよね。じゃあ次はもう一つ衝撃的な発表。Siri がクロードやチャット GPT に呼びかけられる、つまりマルチ AI エクステンションズの話だよ。次はエクステンションズの話だね。クロードもチャット GPT もジェミニもグロックも選べるって僕も興奮が止まらないよ。アップルは iOS27 と iPadOS27、MacOS27 にエクステンションズという新しいフレームワークを導入することを発表したんだよ。セッティングスからクロードチャット GPT ジェミニグロックを Apple インテリジェンスの規定 AI に選べるの。クロードもチャット GPT もジェミニも選べるってめっちゃええやん。でも正直どれ選ぶのが正解なん？全部使いたいわ。正解は一つじゃないの。使い方によって迎えてる AI が全然違うから自分の使い方で選んでみてって感じ。整理してみるね。クロードはエージェント操作とコンピューター、ユーズが強み、複数アプリをまたいで自律的に作業を進めてもらいたい人、例えばファイル整理や予約まで任せたい人向きなんだよ。チャット GPT は会話の自然さと汎用性が高い。ジェミニは Google 検索との連動で最新情報に強くて、グロックは X のリアルタイム情報と連動してる。ブラウザでサファリか Chrome か Firefox か選ぶみたいな感じで AI も自分に合ったものを使えばいい時代になったってことを。まさにその通り。ブラウザや地図アプリのデフォルト選択の AI 版なんだよ。Apple はその選択権をユーザーに渡したんだよね。でもさ、例えば仕事はクロードで暇つぶしの会話はチャット GPT でってタスクごとに切り替えるのはできるの？そこは制約があって今のリリースでは1デバイスにつき1エクステンションしか設定できないの。タスク別の切り替えは今回はまだ未対応。タスク別の切り替えはまだできないんだ。セッティングスで1個だけ選んでそれがずっと使われる感じなんだね。そう、バージョン1の仕様だから今後のアップデートで柔軟になる可能性はあると思う。 SDK は開発者に公開済みだしこれからに期待なんだよ。でもこのエクステンションズで一番大事なのは仕様の話じゃなくてアップルがこれを作った戦略的な意味なんだよ。アップルは OS という土台だけを握って AI 本体は外部プロバイダーから供給させる。自分で AI を抱え込まずプラットフォーマーに徹するという判断なんだよ。 iPhone が単一の AI のフロントエンドから自分の AI を選ぶプラットフォームに変わったってことをなんか歴史が動いてる感じがするな。その感覚は正しいよ。 Apple インテリジェンスが単一 AI から複数 AI 共存の構造に変わったのは間違いなく歴史的な転換点なの。ただしこのマルチ AI iPhone を全員が使えるわけじゃない。 EU と中国では Siri AI が大幅に制限される。なぜか？ちょっと待って、さっき EU と中国では Siri AI が大幅制限されるって言ってたけどどういうことを？ Apple ニュースルーム公式に明記されてるの。 EU では iOS27 と iPadOS27 は当初提供しない。中国本土は全面非提供。iPhone と iPad だけ使えないの？
MacOS とか WatchOS は使えるんやろ。なんか中途半端やな。そうなんだよ。 EU でも MacOS27、WatchOS27、VisionOS27 なら対応言語を設定すれば Siri AI を使える。 iOS と iPadOS だけが規制で引っかかってる。なんで EU と中国だけ使えへんの？わい心配やけど、日本はちゃんと使えるんやな。日本は大丈夫だよ。 iOS27 で普通に Siri AI を使える。 EU と中国は理由が全然違うから順番に話すね。まず EU、 原因は DMA デジタル市場法という EU の法律なんだよ。この法律は AI にユーザーのデバイスにほぼ無制限にアクセスできることと自律的なアクション能力を持たせるよう求めてる。ほぼ無制限にアクセスって具体的にどういうことなの？メッセージの読み書き、購入処理、ファイルへのアクセス、全部 AI に開放しなさいって法律が求めてるってこと。それって怖くない？メッセージも買い物もファイルも全部 AI に見えちゃうってこと？アップルは危険すぎると判断したの。代わりにトラステッドシステムエージェントを挟む18ヶ月ロードマップを提案した。欧州委員会はその代替案を受け入れてくれたの？全部拒否されたの。フェデリギは欧州委員会が建設的な関与を拒んだため EU 提供時期は未定との声明を出したとマックルーマーズが報じてる。じゃあ中国はどうなの？理由が違うって言ってたけど。中国は生成 AI に独自の認証制度があって当局の審査を通す必要があるんだよ。アップルはその対応中で全面否定強。 EU は AI をもっと開放しろ、中国は AI をちゃんと審査しろってことか。方向が真逆なのにどっちも使えないって面白いね。鋭い。 EU は保護のために開放せよ、中国は試験のために管理せよ。両者は方向逆でも最先端。 AI を止めてる。世界中のプラットフォームが最先端。 AI を展開すると必ずぶつかる綱吹き。その最前線がここに可視化された。じゃあ最後に今日の話を5つにまとめるね。 WWDC2026 はアップルが AI 戦略を根本から転換した歴史的瞬間だったの。1つ目、アップルの AI 自前主義が事実上撤回されたこと。 Siri AI の本体は外部の Google ジェミニベース。これはアップルの戦略転換そのもの。2つ目、3層ルーティング設計でデバイスプライベートクラウドコンピュート Google クラウドを使い分け、性能とプライバシーを両立。3つ目、マルチ AI エクステンションズでクロードチャット GPT ジェミニグロックを選べる時代に iPhone は AI 選択のプラットフォームへ。4つ目、 EU と中国では大幅制限。 EU は DMA、 中国は生成 AI 認証規制。最先端 AI とユーザー保護の綱引きが鮮明に。日本は問題なく使えるよ。5つ目、ティム・クック最後の WWDC キーノートだったこと。経営者交代を予告する節目でもあって、この発表はアップルの新章の幕開けでもあるんだよ。なあ、飼い主のタブレットにも Siri AI 入るんやろ？飼い主絶対興奮するで、これ。正直、アップルが自前にこだわらなくなったの、ちょっと寂しいけど、ユーザーが AI を選べるっての早いことやな。アップルは AI で遅れているって長く言われてきたけど、本当は AI を抱え込まないという別の戦略を選んだだけかもしれないんだよ。 OS という土台だけ握って AI 本体は外部から供給させる。これは AI 開発で遅れたじゃなくてプラットフォーマーとしての成熟な選択なのかもしれない。ワイはクロード派、ファイル整理とか予約とか全部やってほしいねん。みんなはどの AI をSiriに選びたい？アップルですら一つの AI で全部を諦めたこと。これはマルチ AI 時代の幕開けで本当に歴史的な節目だよ。今日の話が役に立ったらチャンネル登録と高評価をぜひお願いね。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。